はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月後半の全体運を占星術の説明とタロットでさせていただきます。お願いします。早速いきますね。じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップのプリンセス、ストレングスの逆ですね。逆です。ペンタクスキングの逆、そしてペンタクス2、エンペラー逆、運命の輪ですね。そして戦車逆、気をつけることは対策がソードのエース逆とペンタクス5とオラクルはカップの2です。ほっとする、なんかすごく強い流れですよね。ダンダンダンってやっぱりダイヤルからもたくさん出ていますし、ちょっと先に星の話をさせていただきますが、11月後半っていうのはやはり何かしらタイミングが来るなって感じがしますね。これはもうカードでも出ていますけど、タイミングが来る、生活が変わる、日常生活の何かルーティンが変わるとか、場所が変わるとか、部署が変わるとか、環境において何かいい変化が入ってくるなって感じがします。そして11月16日が牡牛座で起こる満月なんですが、この満月っていうのは非常に何かを確保しておくとか、貯めていくとか、備えるとか、ちょっとどっしりとした満月のエネルギーとして使えるんですね。で、乙女座の皆さんはこの自分に必要な知識だったりとか、英知だったりとか、食べ物とか物だけじゃなくて、何かそういうものを自分の中にちゃんと蓄えていけるよっていう思いもっていうような流れもあるし、またはなんかそこがカチッと揃って、いつでも自分はこういった英知を使えるんだみたいな、そんな感覚として感じるかもしれませんね。とにかく非常にこう意識は高く、すごく満月ってエネルギー引っ張られるので感情的には揺さぶられやすいと言われている時なんですけれども、でも乙女座の皆さんにとっては単に感情が揺さぶられるっていうのではなく、実は自分が感情が揺れたとしても、何があったとしても、こうやってやれば切り抜けられるっていうその術を自分で見つけられるみたいなこともあるかもしれません。そしてね、11月の20日以降は冥王星がまた水亀座に入るということで、乙女座さんにとってはやっぱ生活が変わるとか、何か大きくベースを変えることができるって感じがするんですね。これとてもいいですよ。もうカードでも出ています。自分の強さを自分の生活の中で生かすことができる。働きながらその部署の中でそれを発揮するってこともできるかもしれないし、自分が自分の生活をコントロールしてしっかりと何か整えていけるっていうのもあるかもしれません。そして11月22日以降は太陽がね、いて座に入るということで、乙女座さんにとっては少しこう家の中が明るくなるとか、心が晴れやかになるとか、ちょっとこう安心するエネルギーとしてで使いやすくなると思います。流れがね変わるタイミングっていうのは、どこにこう一番焦点が当たってるかっていうと、今はそういう誰かとのコミュニケーションとか学ぶことなんですけど、22日以降になんだかこう自分の気持ちをもっと落ち着かせようとか、もっとこれでいいんだって自分を認めようみたいな、そんな感じになるかもしれません。で、ちょっと先の話ですが、11月26日から12月16日っていうのは水星が逆行するんですね。この逆行期間は別に悪いわけじゃないんですけれども、乙女座さんにとってはその家の中のことで決めたことがまた変わるとか変更になるとかもあるし、その自分が安心した場所を作るためにこういいと思っていたものが変更になるとか、ちょっとやり直すとか見直すとかっていうこともあるかもしれませんので、復習とかそういうのにはとてもいいです。スケジュールはねちょっと変更してもいいように余裕を持たせておく方がいいかなと思います。この流れを踏まえた上でね、見た時に何かこう、全体を通して良かったなと思うのは、状況がどうであれ乙女座さんはちゃんとね他者と向き合って感情をシェアして守ってくれる人だったりとか、味方になってくれる人がいるよっていうふうに言われてるのが良かったなって思ったんです。すごく状況がなんか強くて、なんかあるんですかみたいな感じがあるんですけど、でもどんな状況になったとしてもちゃんと分かってくれる人がいて良かったねって感じがしたんですね。で、おそらく感情の中ではもっと喜びを膨らませたいみたいな思いがあるんですけれども、でも今はね、なんだかこう状況を整えるのに必死だっていう感じがします。これがある人にとってはそのお金のやりくりで
こう現実にこんなにお金をかけたからもうちょっとここ節約しようとかっていうふうにお金の収支をきちんとしましょうっていう方もいらっしゃるかもしれないし、もしくは生活と趣味のバランス、仕事を一生懸命やりすぎてるからもうちょっと趣味の時間を入れようとか、そういうオフの時間も楽しもうみたいなバランスを取ろうとしてるのかもしれません。そうね。で、ここからいきなりねエンペラーが出てくるっていうことは、やっぱり自分の強さ、自分の一番の強みっていうものをここから出す機会がありますっていうふうに言われてるんですね。これは人間関係でもそうだし、お仕事でもそうだし、今の環境の中で自分の本当の強み、もうこれが私得意ですとか、これが私の魅力なんですっていうその強みを出していってねって感じがします。それを出す機会がある。ちょっとなんか出し渋ってる感じもあるんですよね。あんまりそれ言うとなんか嫌味に聞こえるかなとか、自慢してるように聞こえるかなと思うかもしれないんですけど、全然言ってくださいって感じ。なぜならばそうすることによって本当の乙女座さんの力を出すことができるから、表明することができるからですっていう感じで、全然それをなんか誤解を受けることを恐れて自分の力を半減させておくっていうのはもったいないので、全然出してください、魅力どんどん出してくださいって感じがします。で、そうしてるうちにどんどん流れに乗ってきて、ここでやっぱり運命の扉が開かれますっていうふうに出てるんですね。おそらくこれは11月20日以降ぐらいじゃないかなと思いますが、とてもいい流れでチャンスが来ます。明らかなチャンスが来ますので、何かこれ来たと思ったらそこを開いてみるとか受けてみるとか、その流れに乗ってみるというふうにしてください。で、分かった、もう行くってなってるんですけど、これ戦車なんですけどね。でもやっぱりちょっとブレーキかけつつ、もうサイドブレーキ引きつつアクセル踏んでるみたいな感じになりそうなんです。なぜか自分を 100% 出すとか、自分がいいと思ってることをいいと言うということにとても遠慮や躊躇があるなって感じがします。運勢も強いし、自分の力を 100% 自分で認めて好きなように出せば自分のやりたいことなんて何でもできるのに、なんか他者を気にしたり、自分がどう言われるか、どう責められるかっていうことを気にしたり、他人にバカにされないかとか、そういう他者の目を気にしたりとかして、ちょっと出し渋るというか、そびれているみたいな感じがあるんですね。なんかそこがすごく印象的でした。いや、もっと自分の有能さを表に出してくださいみたいな感じかな。なんか仕事でもあれができますとかこれができますって言ったら、なんかすごいことができるように思われたら困るからあんまり言わないでおこうとかっていうのもあるかもしれませんけれども、別に大きく見せすぎる必要もないし、小さく見せすぎる必要もなく、等身大の自分で、私はこれが得意です、これが得意だと思いますみたいな感覚で伝えていくといいんじゃないかと思います。そうするととてもいいコミュニケーションが生まれる。相手も喜ぶし、こちらも嬉しいしっていう感じがしました。ちょっとこれを踏まえた上でのお仕事面見させてください。ワンドの7ですね。そしてカップエース、ペンタクス3ということで、やっぱり仕事に関してはもう十分自分がちゃんとその場を仕切ってやっていけますよっていう感じで言われていますので、やっぱり力あるんですよね。で、十分その仕事での喜びも感じている、今のありがたさも感じているので、だからこそあまり出しゃばらないでおこうっていうか、今の状況の中での幸せを感じようみたいな感じがあります。ただ可能性としてはやっぱりまだまだ増えますよみたいな感じがあり、仕事としてまだまだ増やすことできるんですよっていう感じで言われているので、これは人間関係協力し合ってやってもいいし、ご自身が違う分野に手を出してやってもいいしっていう形で、なんだか一人で自分一人で手に負えないようになることを恐れて、7分目8分目ぐらいまでの力で抑えてるっていう感じがしますが、必要であれば他者に協力を頼むなり、一緒にやっていくことによってもっと広がるよって、もっと可能性出てきますよとは言われています。ちょっと人間関係を見ますね。人間関係に関しては特に恋愛に関してはまた別で取りますので、全体的な関係性というので見ていきます。人間関係、ペンタクルスのエース、ペンタクルス2、太陽ということで、ものすごくいいですね。人間関係めちゃくちゃ恵まれてますって感じ。自分ではちょっといろいろ気を使ってるからとか、うまくやってるから努力してるんですっていう気持ちもあるかもしれないですよね。でもとってもうまくいってます。だから人間関係に関してはもう何ら心配することない。で、むしろ自分は
他者に合わせすぎるのではなく、自分はこれが大事なんですっていう自分の価値っていうものをしっかり見せていくことによって、それが統合されますと、相手と2つ一緒になってうまく組み合わされますと、そしてそれが新しい光になりますと言われているので、めちゃくちゃ理想的なんですよねこれ。なんか誰か自分にとってね、いい人がやってきては良かったではなく、自分というものの価値、なんか今回はあれですね、乙女座さん、その自分が持っている自分の良さとか強みとか価値観とか、そういうのがすごく基準になってますね。でそれをちゃんと出していくことによって、たとえそれが全然違う価値観であったとしてもうまく統合されますって言われてるし、でさらに強くなる運が、だから誰かと関わることによってさらに運が強くなるって感じがするんです。だからこそ誰かと関わったりとか何かをするときに、自分の力をこうなんか隠してというかね、自分の本当の魅力や自分の力を隠して関わるよりも出しちゃってみたいな感じがします。その方が、もっともっとうまくいくっていう感じがしました。はい、ということで、もう一枚最後にオラクルカードを引いてみましょう。はい、プロスペリティということで豊かさのカードが出てきました。もし何かしらこれを見てね、別のメッセージでも受け取れる方は受け取ってみてくださいね。そしてよかったらメッセージ、どんなメッセージを受け取ったのかとか、また今回のリーディングの感想なども聞かせていただけると嬉しいです。私が思うにはやっぱり非常にこれまでの努力が実って、なんだか乙女座さんいい感じだなって感じがしますよ。前回からもそうでしたけど、今回もまだそうです。そしてさらにあからさまに今回は新しいチャンス開かれますっていうふうに言われているので、まさにこのカードのように豊かさにつながる道なんだろうなって思いました。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。失礼します。